飯だ飯だ。皆さんこんにちは。今回いただくのは日本のカレー界の巨人として君臨するハウス食品のクロスブレンドカレーです。カレーといえばハウスというぐらい多くの日本人の DNA に刻まれているあのハウス食品ですわよ。その名前を聞いただけでよだれが止まりません。だいぶ生きづらい人生ですよね。ハウスのカレールーといえばリンゴと蜂蜜のバーモンドカレーやジャワカレーなのだ。アーシュたちの世代だとコクマロカレーは絶対王者ですね。コクマロカレーは最近のような気がしますが、1996年発売なのでもう30年選手ですね。96年が30年前なんて嘘、私は騙されませんわよ。今回のクロスブレンドはあのハウスがなんと11年ぶりに立ち上げた新規定番ブランドでかなり気合いの入った一品なのです。おうちのカレーは重厚でドロッとした重たいカレーというイメージがありましたが、最近流行りのスパイスカレーに代表されるようなさらっとスパイスが香りつつもお米に合うカレーというトレンドを取り入れたカレー意欲作なのです。いわゆるシャバシャバなカレーってやつですね。関西では一大ブームになっていると聞いているけれど、最近レトルトカレーでこういうカレーが増えている気がするのだ。カレーは皆兄弟なのでいろいろなカレーが楽しめるのはありがたいですね。スパイスカレーの良さとしての華やかなスパイスの香りとおうちカレーの良さとしてのお米に合う誰もがホッとする旨味を融合してクロスしているというのがこのブランドの由来なんですよね。それぞれのカレーのいいとこ取りってことですね。そんなこだわりのカレールーが安価で売っているというのは素晴らしいですわよ。安さは最高の調味料なのですよだれが止まりません。でも美味しいものはみんな高いんですよ。作り方は特に普通のカレーと変わらないけれど、煮込み時間がやや短いかなという感じなのだ。しかも一皿全部ぶち込む想定になっているので大量に作る人向けなんでしょうかね。もちろん文字で半秒の場合も書いてあります。蜂蜜を入れる場合は煮込み時間が変わりますわよ。隠し味に蜂蜜を入れたカレーをいただきたいのです。とりあえずずんだはレシピガン無視して圧力鍋で煮込むらしいですよ。放り込んでボタンを押すだけで完成するので楽々なのだ。ということで完成したのだ。煮込んでいるとスパイスのなかなか良い香りが漂ってきますわよ。いわゆる本格的なインドカレーのようなガツンと鼻を突き抜ける野生的なスパイスの香りとは少し違うのですが、日本の伝統的な美味しい町のカレー屋さんを彷彿とさせる非常に食欲をそそる芳醇な香りがしっかりと感じられますわね。スパイスカレーに見えて地に足ついた香りなので不思議な感覚ですね。器に盛ってみると思ったよりも結構強めのとろみがついている印象ですが、実際のところはどうでしょうか。早速いただいてみます。黙って食べてください。見た目のもったりとしたとろみ感の割には口当たりが思った以上にものすごくさっぱりとしたカレーですね。洋風のデミグラス的な重さはなくて、どこか和風の出汁感を優しく感じるような味わいの構成になっています。インドかと思ったら日本だったのだ。このカレーは全体的に塩気がキリッと効いたしょっぱい系の味付けに加え結構なとろみがついているので、強いとろみと塩気と出汁のうまみという要素が組み合わさることで、まるで老舗のお蕎麦屋さんで食べるあの和風カレーや出汁をたっぷりと効かせた和風のカレー丼を食べているかのような感覚に近い仕上がりになってます。欧風カレーのようなチャツネ系の甘みはほとんどないのですが、その分塩気としょっぱさの輪郭がはっきりしていて、これはこれで非常に美味しいです。ただ辛さに関してはどうなのかと言われると全然辛くはありませんね。辛さ4というのは市場に忖度した数値なのだ。いわゆる一般的な辛口カレーが持っているような唐辛子系のヒーヒーするような強い辛みは一切ないですね。その代わりに非常に面白いスパイシーさを持っています。面白いスパイシーさという謎のワードですわね。一口食べた瞬間は気づきにくいのですが、意識を集中してよく研ぎ澄ましてみると、舌の先に黒胡椒系のピリピリとした繊細なスパイス感を確かに感じるんですよね。唐辛子のトゲトゲしい主張がないため、非常に自然な形で口の中にスパイスの風味がじわっと広がっていきますので、まさに大人のだしカレーといったテイストですね。つまりどういうことですの？面白いスパイシーなカレーということなのだ。
カレーとしての旨味はしっかりとベースにありますし、食べ進めるほどに確かにこれは計算されたスパイシーさだなと納得させられます。味のベースはしっかり濃いめにつけられているので、こういう方向性の食べ物だと思えば十分に美味しいですね。薄そうに見えてしっかりと味わいを感じるのです。シャバシャバカレーは時に水っぽくて薄味になりがちですわね。ただ正直な感想としては、誰もが思い浮かべるザ王道のあの黄色いカレー粉特有のこれぞ王道のカレーライスですというパンチというか、おなじみのカレー感が一歩後ろに下がっている印象を受けるので、昔ながらの家カレーを期待して食べると最初は少しだけ物足りなさを覚えてしまうかもしれないなというのは正直あります。クロスの部分は賛否両論という感じなのだ。時代についていけるかどうかという感じですわよ。ですがこれを洋風カレーではなく上品で高級感のある洗練された和風だしカレーという風に脳内をシフトして捉えれば、この絶妙な塩気とだしの旨味、そして香りのバランスにも納得がいきますね。英語の商品名なので欧風カレーの印象がよぎりますわよ。おうちのカレーとスパイスカレーを融合した結果、蕎麦屋のカレーになったというのはなかなか興味深いですね。しかも面白いのがこのスパイスの効き方です。食べている最中はそこまで辛さを感じないのに、スプーンを進めていくうちにスパイスの成分が口の中にどんどん蓄積されていく感覚があるんですよね。本格的なそばカレーのお店なのだ。そばとカレーの店って流行りそうですよね。もうあると思いますよ。中盤から後半にかけて体の芯からじゅんわりと温まってくるような時間差で効いてくる心地よいスパイシーさがあります。こういった一口目のインパクト勝負ではなく、後半にかけてじわじわと完成するという特性をしっかり理解して食べれば、ものすごくクオリティが高くて面白いカレーだと思いますね。なかなか哲学的なカレーなのだ。いやいや、インドで生まれた時点でカレーは哲学なんですよ。わけがわかりませんわよ。見た目ほどもたっといにたまらないので、油分が強くて重いカレーが苦手な大人の人にはこのさっぱり感はベストマッチするはずです。従来のハウス食品の定番ラインとは一線を画すかなり個性的な立ち位置のカレーですが、最近のスパイスカレーの流行やだしブームのトレンドをうまくキャッチしているなと感じます。好みが分かれる部分はあるかもしれませんが、このだし感と蓄積型スパイスの魅力がハマる人にはとことん深く刺さるポテンシャルを秘めた一杯だと思います。美味しかったです。ということでごちそうさまなのだ。世界に飯がある限り僕たちは食べ続けるのです。よろしければチャンネル登録とコメントや感想をお願いしますわよ。高評価もお願いします。ごちそうさまでした。またね。